Inter FM Tokyo Music Creator 今夜のゲストはシンガーソングライターでギタリストのレイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとお呼びするレイさん。レイちゃんで。レイちゃんでいいですか？はい、ミカコちゃんって呼んでください。わかりました。ミカコちゃん。ミカコちゃんで。嬉しい。ちょっと照れてます私。はい、レイちゃんはインター FM では割とね、いろんな番組にご出演されていらっしゃいますけれども、この東京ミュージックレーダーでは初登場ということで、ちょっと簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。幼少期をニューヨークなど海外で過ごし、10歳でバンド活動を始めたシンガーソングライター。ブルース、ロック、ジャズを自在に横断するギタープレイと凛とした歌声が魅力的です。2025年2月にはフェンダーよりシグネチャーストラトキャスターをリリースし、ギタリストとしても国内外で高い評価を得ている次世代ギターアイコンですということで、ありがとうございます。いやー本当にI really love your voice なんです。まず本当にすごい珍しい珍しいですか？いや、なんて言うんでしょうね、ギタリストだからっていうわけかあれなんですけど、本当ギターのような泣きというか、その憂いの瞬間もあるし、でもなんかその少女らしさっていうか、なんかそこの二面性をすごく感じるんですよね。でなんかそのなんて言うんだろう、自由にというか変幻自在な感じというか、なんかそこにすごいもともと魅力を感じていたところもあって、今日はそのギターの話もそうなんですけど、私はちょっと声もすごく好きだったので、ちょっとそれをお伝えできて嬉しい。そうなんです。そう思っておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、なんかIt's really rare for someone to point out that they like my voice because a lot of the time like they like listen to my guitar and that kind of it stands out. So まあだから結構ギターのことを言われることは多くて、それはもちろん私の音楽で何か魅力を感じていただけるのであれば、何でもその間口はいいんですけど、きっかけはなんですけど、今回、自分のソングライターとしてもシンガーとしても11アルバムこれまで10年の間にリリースしてきたので、1年1枚以上ということですからね。すごいですよ。だから実は、曲も書いてるし、歌詞も書いてるし、歌も歌ってるしっていう、なんかこう多角的に、私っていうアーティストを見ていただけたら嬉しいなっていう作品ですね、今回のアルバムは。しっかりそこについて深掘っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんといってもですね、まず、今年デビュー10周年を迎えられたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。もう率直にいかがですか、10周年って。レイちゃんの長中で長かった長かった。しっかり10年分ありますか、自分の中で。そうですね、私時間を感じるのがすごく遅いタイプで、1日を1週間ぐらいに感じてるんです。本当に、はい、そうなんですか。そうだから10年って言ったらすごく長く感じるんですけど、その時々で目の前にあることに一生懸命に向き合ってきたっていう自信だけはあって、それが上手にできなかった時とか、何かこう結果に結びつかなかったこととかは確かにたくさんありましたけど、そういう紆余曲折があるほど音楽っていうか表現はすごく深くなると思ってるので、これからの自分の音楽の濃度を上げていくというか、そういう10年になってたらいいなっていうふうに思います。本当ね、いろんな経験をね、多分されたっていうふうにおっしゃってましたけど、その10年前に描いていた自分と実際今の自分って、なんか is it the same or like do you feel something different? There's so many things that I wanted to have accomplished by then, by then っていうか by now、なんですけど、例えば武道館に立つとか東京ドームとか、そういうことは今も諦めているわけじゃないし、でもこの時点でね叶えてたいなとその当時は思ってたんですけど、でも全然自分がこう想像もしなかった、例えばフェンダーと、パートナーシップ、エンドースされるっていうことですよね。ギタリストとしてそういう風に認められることとか、ナイル・ロジャーズっていう、シックのねギタリストと一緒に共演したり、そういうことって全然こう想像の範疇を超えていたことだけど、ある意味自分の夢を叶えてるような事象だったので、本当になんですかね、全然こう悔しい気持ちはあるけど、今いるところ
いる場所にすごく納得はいってるというか、感謝してますねすごく。いやでもだって今おっしゃってましたけど、私も今6年目ぐらいかな、活動して、本当にやっぱりいろんな想像はするけれども、結局目の前にある、いろんなお仕事だったり、その今やらなければいけないことっていうのを、とにかくやっていく、しかないというか、でもそれによって絶対にその次にはつながるし、自分の思っていなかったところで結構スキルアップしていたりとか、なんか新たなコネクションを得たりとかヒントを得たりとかするわけじゃないですか。だからレイさんがその10周年経った今、でもその自分の目の前のこととしっかり向き合ってきたっていう、それは自信を持って言えるっていうふうにおっしゃってたことが、多分本当に素晴らしいことだと今思うし、ちょっと自分も振り返ろうって思いました。あ、本当そう思いましたね。美香子ちゃんはその最初デビューした時にこれ叶えたかったなっていうことで叶ったことってありますか？いやそうですね、ぶっちゃけずっとそのナギーレーンっていうグループを活動する前から、歌手にはなりたいけど同時にラジオ番組持ちたいってずっと思ってたんですよ。すごい。そうなんです。だから私としては今この番組のね DJ としてここに入れるっていうことがなんか一個すごく嬉しくてすごいありがとうございます。で私もすごいラジオが好きで、ラジオ専用の Google カレンダーがあって、そうでそしたら10分前ぐらいにピピって携帯が鳴って今聞けないからタイムフリーしようとか、そういうのたくさんあって。じゃあ結構聞いてるんですかラジオ？めちゃくちゃ聞いてます。そのねクワトロリンガルなんですよね。さっき聞いたんですけどそうですね。その何ですか、やっぱりこう英語をね使ったおしゃべりもしたいなって思ったりもするんですけど、そのラジオがすごい好きなので、すごい共感しますし、そのですかシンガーにもなって、ラジオパーソナリティにもなれたってすごいね、そういうことですね。夢を叶えてそう嬉しいです。本当ありがとうございます。ちなみにそのじゃあラジオをそのいっぱい聞く一つの理由に、例えばその英語力スキルをなんかその維持するとかもあるってことですか？いやむしろバイリンガルでどっちもその言語に対してのコンプレックスがすごい強くて、でソロアーティストだと喋り相手がステージにいないんですよ。だから一人喋りがすごい大事ですよね。多くて、でその日本語のおしゃべりを学びたくてラジオを結構聞き始めて。じゃあもともとは割とエングリッシュの方が強かったんですか？なんかもう言語は遠いって感じです。もともと今も結局そのオレンジっていう言葉を使ったとしても、そのミコちゃんが思うオレンジ、私が思うオレンジってもしかしたらもうちょっと赤寄りかもしれないし、黄色寄りかもしれないし、そういう言葉に対しての認識の違いっていうのが毎日人と相対することに起こってて、結構わかりますそれ。私も6年ウィーンに住んでたんで、なんか日本帰ってきて子供の中にその例えばイラストを描いた時になんか太陽の色が、その日本の友達と色が違うんですよ。なんか今どっちだか忘れちゃったけど、どっちかが黄色で色塗ってて、どっちかがオレンジで色塗ってて、なんで美香子ちゃんの色違うのみたいな、なんかそういうところから結構なんか私違うんだっていうのを感じて、そうですね、そこのコンプレックスは私も結構あったので、でもこうそういう意味でラジオってね、シンガーだったらその声のコミュニケーションなんで近しいところありますね。そうですね、いやそう声に温度がなんか乗って伝わってくる媒体だから、すごく私もずっと好きなもので、そうなんですよ。ちょっと私の話までさせてもらっちゃいましたけど、ありがとうございます。レイちゃんのその10周年についてもっといろいろ伺いたいんですけれども、実際じゃあ今までいろんなことを経験して今10周年になって、曲作りに関してちょっと後でまた深く伺いたいなと思うんですけど、その10周年経った今、なんか自分のその音楽へのアプローチの仕方とかも変わったなって思ったりしますか？その前までは割と心の質量が決まってて、そこからこうケーキをこうスライスしてこう切り取っていくような感覚で曲を作ってたんですね。だから曲を作るたびにそのケーキがこう削れていくっていうか、小さくなっていく、欠けていくっていう感覚があって、でもう1作品作るともうほんとなんかスポンジのカスみたいな感じになって、それをまたそのケーキをこう作り直すところ
になってしまう。だからいつもすごいなんていうんだっけ、疲弊してたんですよね、作品作ると。でも最近だとなんかそれよりもうちょっとなんていうのかな、もっと植物みたいな、なんかその実をもぎ取ってもまたそこからお花が咲いて実がなるような感じになったかなと思って、なんかもう少し健やかにこう持続可能な形で曲を作れてるかなっていう感覚はありますね。じゃあなんかうまいハンドルの仕方が見つかってきたのかなっていうことですかね。ちょっとそういうどのタイミングでそういう風になったのかとか、ちょっとそういうのもいろいろ伺いたいんですけれども、まず何といってもその10周年のキャリアをまとめたベストアルバムが、いよいよ明日リリースされます。おめでとうございます。ありがとうございます。タイトルは何ですか？フルーツです。だいぶボリューミーですよね。そうなんです。どんな内容になっていますか？スタンダードエディション、皆さんに手に取っていただきやすい通常版は20曲、I have it here. はい、Yeah. 収録しています。新曲ソーダは、東京ガールズコレクションのランウェイのために作った曲なんですけど、このフルーツの新曲でもあったので、自分のこう音楽のミクスチャー感、こことかね、今流れてないかな、そうゴスペルっぽい R&B っぽい、そのアフロアメリカンのなんかルーツを感じさせる要素だったり、アメリカンのポップスを感じさせる要素をいろいろこうミクスチャーした曲になってて、で残りはもうリード曲、シングルカットした曲を時系列に並べてるよううな感じになりますね。時系列になるんですね。そうですね。初回版だともう1枚私がセレクトした、CD 20曲、リミテッドエディションの方、ついてたり、ライブ映像がついてる DVD が入ってたりして、もりもりですね。そう、このリミテッドエディションのその2枚、サニーサイドとレイニーサイドって名前、これはなんでこの名前にしたんですか？このサニーサイドがもう自他ともに認めるベストみたいな意味で、そのシングルカットを時系列順に並べた20曲で、でそのレイニーサイドは、私のレイっていう名前にちなんでなんですけど、私が現在2025年で自分を自己紹介する上で、欠かせない要素をその含んだ20曲っていう感じになってます。ちょっと A 面 B 面的なところもありつつなんですかね。そうですね。私作品作るときは全部リード曲だって思って作ってるので、なんかそのタイミングだったり、キュレートする形が違うと、皆さんに違った風に届くのかなと思って、もう一枚のベスト版、みたいな感じですかね。でも40曲という very ボリューミーな感じなんですけど、これアートワークもね、レイさんが担当されたんですよね。そうなんです。これ基本はいつもご自身で？いや、そういう時もあればそういう時でない時もあるんですけど、今回はアートディレクションはやらせていただいて、歌詞カードとかは、歌詞にちなんだ写真を撮り下ろして、でこのタイトルのフルーツにもこうちなんだフルーツのこうなんていうんですかね、モチーフもたくさん含んだアートワークになってますね。本当にSNS の動画とかもね、ご自身で作られたりしてますよね。なんかそういうのも見て本当に音楽の、もちろんつながるところはあるんですけど、そのアートっていう意味でもすごくなんかそのアンテナがあって、そのザ・レイを出しているっていうのをすごく感じて、もともと好きなんですか、そういうアートワークとかも？そうですね。美術はすごく好きで、絵を見に行ったりとか、小さい頃から描いたりも好きでしたしね。なんかこう音楽って耳で聴く音楽だけじゃないと思ってて、自分が尊敬するミュージシャンはビョークとかウーアさんとか、あとはセイン・ベンセンとかも好きなんですけど、そのファッションもアートワークも、もちろん音楽も発言とか、そういう行いとか全部こう総合的に音楽を紡いでる要素だっていうようなアーティストがすごい好きで、自分もそうやってこう体全体からいろんなこう五感を使って音楽を表現してるような人になりたいなって思ってました。それをね、やっぱりその SNS のその言葉の紡ぎ方もそうだし、動画とかそういうところからもすごく私もなんか
感じるというか、なんかあと一個聞きたかったのは、これはもうレイちゃんファンはみんな知ってるかもしれないんですけど、SNS で必ずレモンのマークつけてますよねあれはレモンがお好きなんですか？選ぶのがめんどくさいからなんか私そこだったのかいろんな理由があるんですけど、なんか私がすごい好きな、デザイナーが何人かいて、でその中にレイモンドっていう人が何人かいるんですよ。レイモンド・ローイっていう、すごいインダストリアルデザイナーの人がいて、その人とかもそのレイモンド、名前だからなんかちょっとレモンに似てるじゃないですか。そうですね。そう、あとはなんかシトロエンっていうフランスの車のメーカーがすごい好きで、シトロンってねシトロンはね、柑橘っていう意味なんで、なんかそういういくつかこう自分的には理由があるんですけど、そうでもなんか全部レモンにしてますいやでも分かりやすいです。なんかレイちゃんマークっていう感じが、ね、レイちゃんマークそうレイちゃんマークあるなと思って、よかった、1個気になってたことが分かりましたありがとうございます。ちなみにこのアルバムの話にちょっと戻りますけどね、フルーツっていう、なんでこのタイトルにしたんですか？これまで自分がこう育ててきて実らせてきた音楽の成果、本当に果実がなる成果をこう一つのフルーツバスケットとして集約したっていう意味で、フルーツっていう名前にしました。レモンも入ってる。レモンも入ってるきっと入ってると思いますなんかいいですね。フルーティーでジューシーな感じしますね。そうですね。レイちゃんってね、なんかこうやっぱりカスカスの果実だと多分絞れないと思うんでみずみずしくないしね。そうそうみずみずしい、すごくいつもフレッシュな新しい新鮮な喜びを感じたいし、やっぱ実が詰まってる方がいいじゃないですか。そうそうそう、香りもしてきて、なんか視覚的にもカラフルでいいなと思って、なんかレイちゃんからそれを感じます私は。本当ですか？なんかフレッシーで、ね、フレッシュでジューシーな感じっていうのがなんか笑顔もね、それを感じるんですよ、私は。ほんとなんかあとファッションもそうだし、ちょっと実はね収録前にもあれだったんですちょっと話したんですけど、本当に私レイちゃんのファッションがすごく好きで、結構いろんなね多分タイプのお洋服、ジャンルのお洋服を着られてるんですけど、どれも似合っているし、特になんかいわゆる昔のねオリーブっていう雑誌とかであったオリーブ少女って言われてたよね、ちょっとサブカルっぽい、なんか80s ぐらいの感じなのかな、ちょっとそういう感じのテイストのお洋服もすごく似合っていらっしゃって、お洋服も好きなんだなと思って。そうですね、今回のベストアルバムを聴いていただくと、本当にいろんな曲調、シティポップっぽいものもあるし、ジャズィーなものとか、クラシックっぽいもの、もちろんブルーズポップスあるんですけど、すごく自分はやっぱり好奇心旺盛でカラフルな、人間なんだなと思って、お洋服もやっぱり色が入ってるものが好きだし、いろんなこうスタイルを、着るとちょっとなんていうんですか、新鮮な気持ち、新しい女の子になった気持ちになって、楽しいですね。私個人的に好きなのはマリオの曲をギターで演奏されてましたよね。してました。赤いベレー帽をつけてて、よく覚えてる。そう、それがなんかちょっとマリオのキャラクターに出てくるキノピオっぽくて可愛いなと思ってこういうのも似合うのかレイちゃんはと思って、皆さんちょっとだから視覚的にもねいろいろ楽しめるので、ぜひレイちゃんの SNS もちょっとますますチェックしていってもらえたらなと思います。アルバムのちょっと中身の方にもね行きたいんですけれども、今回このベストアルバムを作る上でやっぱり過去のね楽曲結構2010何年からの楽曲が入ってるんですかね。2014年にそのブルーが完成して、全国流通は2015年からなんですけどね、そのあたりからの10年分っていう感じですね。そうですよね、もう本当にだから丸々特に縛られてないというか、丸々10周年の楽曲をピックアップされてるわけじゃないですか。リマスター全部されたんですよね。しました。そうそれを見て改めて自分の今までの楽曲を聴いて自分で振り返ってみたときに、なんかどういう印象を持ちました？いやそうですね、リマスターしようって思ったのは、ベストアルバムは出したくないってずっと思ってたんですけど、割と最近まで。そうなんだ。二度とっていうか一度も出したくないって思ってた。でなぜかっていうと、やっぱりその作品ごとの世界観っていうのがあって、でそのアルバム
は一つの世界観なんですよね。そうですよね、だから、なんていうんですか、ミッキーマウスとかがドラえもんの世界に入ったらなんかおかしいじゃないですか。そういう感じで一つ一つの世界観の中で楽曲を聴いてほしかったので、それをこう越境したくなかったんですけど、それをこうある意味いろんな世界観のそのキャラクターたちが一つに集約するっていうことの意味を持たせたり統一感を持たせるためにリマスターしたっていうことですね。じゃあやっぱりね、昔リリースされた楽曲と今リマスターされた楽曲をまた聴き比べたらね、いろんな違いも出てくるはずですよね、きっとね。そうですね。なのでみこちゃんのなんか質問にお答えすると、割とバリエーションに富んだというか、やっぱりすごくその彩り豊かだなって思いましたし、飽き性なんだなって思いましたね。本当に、はい、なんかあれですか、自分の中で、あったんですか、そういう。例えばUNOっていう作品があるんですけど、その時はすごくチューンヤーズとかわかりますか？ぜひ聴いてみてください。とかヤーヤーヤーズとか、あとはトムトムクラブとか、割とああいうローファイなちょっと不思議なオルタナティブポップロックみたいなすごいハマってて、リリー・アレンとかなんかそういうムードをこう反映させたんですけど、作品によってそのハマってる音楽が違うので、それがすごい色濃く出てて、結果的にこうかいつまんでいくとめっちゃカラフルになったなって思います。でもそう、本当にいい意味でそのなんていうんだ、ジャンルに富んだというか、なんかあれですよね、縛られてない感って言ったらいいのかな、なんかそれを感じると言いますか、なんか結構それって大事にそのレイとしてやっていく上で大事にしていることだったりするんですか？そうやってマーケティングのこと考えると、きっと繰り返し同じことをやっていく方が戦略的にはその勝算があるっていう視点もあると思うんですけど、そのつかみどころのない感じっていうのがすごく自分としては好きだなというか、細野晴臣さんがすごく好きなんですけど、彼もやっぱり本当にいろんな音楽を作ってこられて、でもやっぱり彼の声とか演奏とかっていうのは揺るぎないものがあるので、それが一つのこう針と糸みたいな感じでいろんな音楽性をこう縫いつないでいく感じがあるなと思ってて、自分もそういう自分の歌とギターは変わらずに揺るぎないものとしてあるけど、ジャンル感で言うとやっぱり幅がある方がやっぱりリスナーとしてはすごい聞き応えがあるかなと思います。そうですね、その幅があるって今おっしゃったと思うんですけど、そのキルトっていうねアルバムの楽曲も入ってるじゃないですか。でちょっとクレジットを見てみたんですけど、作詞作曲両方レイちゃんがやってる曲が結構ありますよね。で、そこにちょっとびっくりしたと言いますか、そのゲストでアーティストをお迎えして、その人とじゃあ作ってみようってなった時に、もちろんいろんな方法があると思うんですけど、そのなんで細野晴臣さんの楽曲、その細野晴臣さんエッセンス入ってるのに、作詞作曲レイちゃんなんだみたいななんかしっかりそのゲストとしてお迎えした人の色を、作詞作曲レイで出せてるっていうところにびっくりしてしまって、いやもうそんな深くその聞いてくださった方もうライターでもいないですよ本当びっくりですよ。本当にいや私も細野さん好きだったり、あと藤原さくらさんはね、講師ともに多分その関係あると思うんですけど、本当になんかそれぞれの楽曲を聴いてて、これはなんかどっちが作ったんだろうみたいな、本当そういう気持ちで見たら、あれ両方レイちゃんとか言ってあるみたいなそれはやっぱりそういう知見って言ったらいいのかな、言葉で言ったら、その本当にいろんなそのジャンルとかにその知見があって、その自分なりにどうやってそれを音にしていくかっていう、その道筋だったり、多分そういうのが描けてるからなのかなと思って、そこにちょっとなんか尊敬の念というか本当にしたんですけれども、このちょっとそっちの話も聞いていいですか？そういう楽曲を作るにあたってやっぱり意識されたんですか？そのお迎えするアーティストの。意識しました。どっちかというとコラボレーション多い方だと思うんですけど、やっぱりコラボレーションするっていうのは両者のこうアーティスト性があって、うまくいかないとその良さをこう打ち消し合う、相殺しちゃう可能性というか危険性を大いにはらんでると思うんですよ。だけどやっぱそれはせっかくやるならあってはならないことだから、
まあせっかく自分はやっぱり多岐にわたるジャンルの音楽をやっているっていうアーティスト性なので、はい、まあ向こうのアーティストに確固たるこうスタイルがあったら、私がやっぱりそっちに寄り添う方がいいのかなっていう発想に至ることが多いですね。なのでまあやっぱりそのアーティストさんのお声の質だったりとか、まあ、細野さんはすごく長いキャリアがあるんで、いつの時期の細野さんの、スタイルを継承しようかなとかいうことは考えて作ったりはしてましたね。実際にその例えば細野さんだったりさくらさんとその、こういうなんかその打ち合わせみたいなものは あったりしたんですか？打ち合わせ、私がこうもう曲作っちゃって、そうそう 5,6 曲ぐらい曲出しして、さくらちゃんの時はそうだったかな。でその中からビビッとくるものを選んでもらって、そこから精査していくっていう感じで、ハリーさんの時はカバーの曲も何曲かあって、ちなみに書き下ろしたんですけどどうですかって言って、そうだったんだ。じゃあいいよって言ってくださいまして、いやでもすごくいい曲ですよね、あの曲ね。嬉しいです。じゃあまたアルバムの話なんですけど、その Limited Edition の方には、DVD がついておりまして、で今年2月に開催した Ray 10th Anniversary Live 2025 Blue Crossroad の映像と、あと過去リリースしたミュージックビデオ集が収録される、またとてもボリューミーな、すごいですね。アルバムの中に10th year Anniversary が丸々入っているってことですね。すごいもうファンからしたらたまらないと言いますか、これぞレイっていうものを作られたなと思ったんですけど、どうでしたこのライブは？10周年ライブすごく感動しましたし、あるそのなんですか、覚悟も改めて決まったっていう感じですかね。どういう風に作っていこうって思ったんですか、そのライブ準備してる時？まあ、やっぱりそうやってこれまで応援してきてくださった方に感謝が伝わって、みんなが聴きたい曲っていうのはなるべく含もうっていうのは思ってましたし、まあ、そういう人間性も含めた魅力が伝わる演出にしたいなっていうのは思ってました。MC とかもそうですね、まあそのお衣装もそうですし、なんかその結構私ミュージシャンが大好きすぎて、そのすごい自分のライブなのにめちゃフィーチャーするんですね。なんですけど、まあその自分自身がその中心にいて、もちろんフィーチャーしたんですけど、まあよりレイという存在をこう楽しんでもらえるっていうことは、まあいつも以上に意識はしました。そうなんですね。いやレイさんのライブ映像だったりとか、YouTube にもねいくつかアップされていらっしゃって、拝見させていただいたんですけれども、なんかその型にとらわれないと言ったらあれですけど、なんかまずその一番最初にね、多分一番最初にレイちゃんを見た時にびっくりしたのは、何年前だったか忘れたんですけど、この人すごいギターうまいのに、バスドラも自分でやってるっていうところにからまずなんか入り口がそこだったんですよ。ですごい本当に多分自分の中で想像されている音色とかそのタイム感っていうものがあって、それをご自身で表現したいのかなっていうのをすごい感じたんですけど、10th year のもそうだけど、ドラム3人とやってらっしゃるライブもありましたよね。ああいうのもなんかまたすごいなと思って。すごい知ってくれてる知ってくれてて嬉しい。そうなんですよ。いやなんかそう、そのライブを拝見して、なんだこのかっこいい人だと思っていたので、その 10th の方もきっとなんかそのレイちゃんの中でイメージしていたものだったり、その今までずっと一緒に歩んできたお客さんたちに届けたいものをきっと届けたんだろうなと思って、ちょっとレイちゃんライブ行きたくなりました。私もぜひぜひ、ちょっとぜひよかったら今度行かせてください。ありがとうございます。ちなみにそのレイちゃんがその自分のライブの見どころ、例えばそのまだあんまり行ったことないとか、ちょっと行くけど勇気がいるなって思ってるリスナーさんに、レイちゃんのライブここを見てほしいとか、ここがポイントだっていうのがあったらぜひ教えていただきたいんですけど。スカッとできるライブです。スカッと、すっきり。そうですね。なんかこう鬱憤を解放できるみたいないう感じのライブは目指してますね。でやっぱりこう閉鎖的っていうよりはもう扉が開いてて、
そのね、いわゆる古参ファンとか曲を知らない方でも、体一つでいけば思いっきり楽しめて、かつそういう爽快感のあるというか、何かこう自分の中の海がこう浄化されたような気持ちになればいいなとは思ってますね。ですね。いやなんか個人的に本当にまたちょっと関係ない話というかあれなんですけど、最近そのね SNS とかでもだいぶそのライブ映像とかを見れるような時代になってきてる分、結構そのライブに行くことのハードルが高い人って多いんじゃないかなって本当に最近ふと感じていて、でもなんかレイちゃんのその動画を見たら、いやこれ映像でももちろん十分すごいんだけど、絶対にその場に行かないと味わえないことがあるっていう証明になってるなと思って、嬉しい、ありがとうございます。だからちょっと私も行きたいと思ったし、今おっしゃったようにそのスカットっていうのはやっぱりね、動画だと限りがあるかもしれないから、そうですね、1曲だとね、そうぐらいかもしれないそうスぐらいがせっかくならねフルでね感じた方がいいので、ちょっと皆さんレイちゃんのライブにも注目してみてください。さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいましたが、レイちゃんには来週もね来ていただいていろいろお話を伺っていきたいと思いますので、来週もよろしくお願いします。最後お知らせがあればお願いします。はい、今回ベストアルバムをリリースするということで、初めましての方にもちょっと1枚2枚聞いたけど最近聞いてなかったなっていう方にもぜひ音楽に触れていただければ嬉しいです。なんか私の音楽はすごくカラフルで、きっと1曲は好きな曲がね見つかるんじゃないかなって思いますので、ちょっと騙されたと思って一回聴いてみてください。お願いします。はい、ベストアルバムフルーツ明日リリースということで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。今夜のゲストはシンガーソングライターでギタリストのレイさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。お願いします。